今回、三遠南信自動車道が開通すると、佐久間ダム付近から、浜松稲佐ジャンクションまで、自動車専用道路で繋がることになるの？そうなんです。佐久間川インター以南が、三遠南信道で繋がることになります。カーブの多い国道151号や、狭い国道473号などを避けて通れるようになるので、移動が劇的に楽になりそう。この動画では、開通によるメリットについて、三遠南信自動車道、佐久間道路、三遠道路沿線にお住まいの方へ向けて、わかりやすく解説していきます。最後まで、じっくりご覧くださいね。三遠南信自動車道の中でも、今回開通するのは、東映インターと、蓬莱橋インターの 7.1 キロの区間です。今回の開通で、佐久間川インター以南の、佐久間道路、三遠道路、と呼ばれる部分が、すべて開通することになる。信号なしの、一本の道、として繋がるのが、本当に待ち遠しかった。この地域は、今まで、高速道路や自動車専用道路がないか、あっても途切れ途切れの状態でしたからね。今回の開通によって、どのようなメリットがあるの？地元目線で、詳しく深掘りしてほしい。一つ目のメリットは、移動の利便性が格段に上がる点です。三遠南信道沿線の、国道151号や国道152号は、カーブが多い。国道473号は、道幅が狭い上に、対向車とすれ違う箇所がある。一方、三遠南信道は、山の中をトンネルや高架橋でショートカットしているから、国道よりカーブが少なく緩やか。移動の質が根本から変わると思う。そうですよね。開通メモリアルプレイベントに参加した際、古いマイクロバスに乗って国道151号を走ったのですが、カーブを通るだけで結構揺れを感じました。これが毎日となると、同乗者にとっても大きな負担ですよね。三遠南信道を通れば、運転者や同乗者のストレス軽減にもつながると思います。ちなみに、開通による所要時間は、どれくらい短縮されるの？国交省、浜松河川国道事務所の発表によれば、今回の開通では5分、佐久間道路、三遠道路の整備前後では30分短縮されます。たった5分しか変わらない、のではなく、5分変わるだけで日々の移動が快適なものに変わる。運転者や同乗者の疲労が、ぐっと軽減されると思います。確かにそうだな。三遠南信道は、単に快適なだけではありません。従来の国道151号などが普通となった際に、頼りになるライフラインとなります。二つ目のメリットは、災害に強い道路ができる点です。三遠南信道は、国道が使えなくなった際、この地域の生活を支える、最後の砦となります。直近では、2023年に、大雨による土砂災害で、国道151号や国道152号ののり面が崩れて、通行止めになったことがある。あの時は迂回させられたり、いつもより大幅に時間ロスしたりで、本当に苦労した。国道151号や国道152号は、この地域の主要道路だから、通行止めになると、仕事や生活に大打撃が生じる。そうですよね。開通メモリアルプレイベントに参加した際、国交省職員の方から、あの時、復旧にさらに時間がかかれば、物資に影響が出ていたかもしれない、というお話を伺いました。ちなみに、三遠南信道は災害に強い道路と言えるの？山の中をトンネルや高架橋で通っている分だけ、災害に強い道路と言えます。命をつなぐ、バックアップとしての役割も果たします。これからは、国道と三遠南信道のダブルネットワークができることになる。今後は、この地域の生活を守る道路としても機能してくれると良いと思う。災害時だけでなく、急病人を運ぶ際にも、三遠南信道は、命をつなぐ道になります。三つ目のメリットは、命の道ができる点です。救急医療関連で、命の道ができると言えるの？そうですね。開通により、搬送時間を約5分短縮できることになります。この地域には大規模の病院がありませんが、
佐久間病院や新城市民病院など、大規模の病院への搬送時間短縮につながります。心筋梗塞、脳卒中などの急病患者は、1時間以内に搬送できるかどうかで、救命率が変わると言われている。その上、急カーブがない道を通った方が、安定して搬送できる。時間の面でも、安定性の面でも、命の道と言えそう。また、開通メモリアルプレイベントで国交省職員の方に伺ったのですが、地元の方に聞いたところでは、妊婦さんは何回も病院に通う必要があるので、喜んでいる人もいると聞く、とのことでした。救急医療面だけでなく、新しい命を安心して迎え入れる点でも、命の道と言えるのではないかと思いました。確かにそうだな。自分の孫が生まれる頃には、子供が生まれた時のように、カーブが急な国道151号などを、お腹を気遣いながら手に汗握って運転する必要がなくなるのかな。救急医療面だけでなく、新しい命を育む家族を支えるという意味でも、三遠南信道は命の道になる。開通前にこの目で見、直接お話を伺ったことで、その思いは確信に変わりました。佐久間道路、三遠道路の進化が発揮される場面は、他にもあるの？もちろんあります。4つ目のメリットは、新東名と三遠地方を直結するネットワークの構築です。開通すれば、新城市や浜松市中心部への通勤や移動が、随分楽になると思う。これまで、遠い、と感じていた場所が、心理的にもぐっと身近になります。朝のゆとりは、暮らしの質を大きく変えますからね。茶臼山高原や、地域の伝統行事。これらももっと多くの人に知ってほしいな。そうですね。開通を機に、アクセスしやすい名所へ。観光客が増え、地域活性化の起爆剤になることを期待したいです。また、東栄町には、世界に誇る資源があります。粟代鉱山で取られるセリサイトは、ファンデーションの原料として、世界中の化粧品に使われています。道路の開通で輸送が安定すれば、地元産業のさらなる活性化につながります。世界の美を足元から支える道路でもあるんだな。さらに将来、飯田までつながれば、夢が広がります。東京からリニアで飯田へ、そこから車で三遠南信道を南下して観光を楽しみ、最後は豊橋や浜松から新幹線で帰る。そんな日帰り周遊ルートも現実味を帯びてきます。三遠南信道は、自分たちの命や未来をしっかりと繋いでくれる、希望の一本になるんだな。今回、三遠南信道の開通によるメリットを解説しました。いかがでしたか？移動が便利になるだけでなく、命の道、や、地域の未来をつなぐ、という、数字だけでは測れない大きな価値もあることが、よくわかった。そうですね。長年カーブの多い国道を走ってきた、地元の皆さんにとっては、本当に感慨深い一日になるのではないでしょうか。皆さんは、この新しい道を通って、まずどこへ行きたいですか？また、これまでの道での思い出などがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。地元の皆さんの喜びの声を聞くのが、楽しみだな。今回も、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、開通道路の魅力を発信予定です。動画が面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。